チャプター5がリリースされる前、ホラムビは主人公の正体をリッチではないかと考察していました。リッチでなかったとしても、少なくとも正体は明かされるだろうと予想していたのです。しかし、チャプター5を進めるうちに、ある違和感が生まれました。主人公の正体が明かされるどころか、そもそも人間ではない可能性すら見えてきたのです。今回の動画では、チャプター5で判明した新情報を整理しながら、主人公の謎について改めて考察していきます。主人公の正体が気になる方は、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。新情報、以前投稿した動画の補足として、追加の情報を共有します。ぜひ、皆さんの考察の参考にしてください。まず、チャプター5で明らかになった主人公の性能についてです。本作全体を通して見ると、主人公は赤い煙への耐性が強まっているように見えます。チャプター3では、煙を吸った瞬間に幻覚を見始め、そのまま気を失っていました。ところがチャプター5冒頭では、赤い煙が噴射されても明確な変化は見られません。物語上で登場するプロトタイプも赤い煙を撒き散らしますが、その度に主人公が気絶することはありません。さらに、ギブレットやアウティマルたちも強い影響を受けている様子は見られませんでした。これまで赤い煙に抗体を持つのはキャットナップだけだと考えていました。しかし、裏返しにされたおもちゃにも煙が効いていない可能性が出てきたのです。つまり、新たに浮かび上がったのが、赤い煙への免疫という要素です。そしてもう一つの違和感が、主人公の異常な耐久力です。ハギーに襲われてエレベーターが落下しても無事に生還する。一方でアウティマルズに襲撃された場合は即座にやられる場面もありますが、全体としてのタフさは常識の範囲を超えています。極めつけは終盤の出来事です。プロトタイプに胸を突かれ出血したにもかかわらず、電気ショックによる心臓マッサージで蘇生しています。通常であれば致命傷と考えられる状況です。これら複数の違和感が重なった結果、一つの仮説にたどり着きました。主人公おもちゃ説です。おもちゃだった。実は、この突拍子もない仮説は、一昔前から存在していました。その根拠の一つが、かつて主人公に落下耐性4があるかのような演出が見られた点です。現在は修正されていますが、高所から落ちた際にスローモーション演出が入り、骨折などの描写もなく無事であることが印象的でした。当時は単なるゲーム演出として受け止め、深く考えていませんでした。さらに、主人公の身長が低いことも以前から指摘されていました。これらの要素から、一部のファンの間では主人公おもちゃ説が浮上し、私も過去に動画で取り上げています。しかし当時は矛盾点の多さから、主人公候補から除外していました。ところが今回、赤い煙への耐性や異常な耐久力という新情報が加わったことで、このおもちゃ説が再び現実味を帯びてきたように感じます。仮に、プロトタイプによってポピージェルに落とされたのが主人公だったとします。そして電気ショックによって蘇生した。この流れは、ある出来事を思い起こさせます。エリオットのラット実験です。さらに、ギブレットの杖がなぜ電気を放つ構造になっているのかという点も気になります。偶然と片付けるにはできすぎており、ラット実験を示唆する要素である可能性も考えられます。もしそうであれば、主人公は実験体であり、喜びの時間当日に工場から脱出し、生き延びた存在という仮説が浮上します。おもちゃ説を成立させるためには、この条件に合致する存在である必要があります。そこで新たに浮かび上がったキーワードが、ジェントルジョンです。ジェントルジョン。比較的序盤で入手できる資料に、ザ・ベタープレスという新聞記事があります。日本語に直すと、より良い報道といった意味になります。内容から判断すると、おもちゃ側が発行している新聞のような媒体だと推測できます。日付を見る限り、2003年10月号と考えられます。この記事には、非常に興味深い記述がありました。重要部分を整理します。燃え上がる結末。行方不明のおもちゃ発見。何年もの間、おもちゃたちはジェントルジョンの行方を追っていた。彼が仲間を引き連れて喜びの時間に工場から逃げたという情報もあったが、火曜日に発見された23体の焼死体が真実を物語っていた。これらはイノベーション島で発見され、逃亡者たちの遺体とされている。さらに、プロトタイプは次のように語っています。ジョンは喜びの時間に我々と共に戦わなかった。彼と喜びを知らない者たちのために涙を流すことはない。我々は上では生存できないのだ。ここから読み取れるのは、ジェントルジョンが喜びの時間当日に23名の仲間と共に逃亡したとされていること、そして唯一発見されていない存在として8年もの間探され続けているという点です。記事内では逃亡はデマと示唆されていますが、この出来事を裏付けるテープが存在します。お願い、何も知らない。
こに隠れてるんだ。これ行けよ。ゲームステーション。私が守った。全員を教えるんだ。もういないよ。ごめんなさい。彼らは外に出た。もういない。誰が知ってる？ただの噂だよ。誰が知ってる？名前を。してはいけない。つまんないよ。テープの内容から判断すると、ジョンは実際に逃げ出しており、なおかつ発見されていない可能性が高いと考えられます。つまり、ジョンは喜びの時間当日に工場にいなかった。ここで主人公の条件と重なります。喜びの時間当日に工場にいなかった存在という点です。さらに新聞のイラストから、焼死体はおもちゃであると読み取れます。自然に考えれば、ジョンもおもちゃであった可能性が高いです。もしジョンがおもちゃであれば、先ほど触れた裏返しのおもちゃたちと同様に、赤い煙への耐性を持っていたとしても不自然ではありません。死体の匂いという伏線。死体みたいな匂いがするわ。そんなひどいことは言っちゃいけないわ、キャンディー。さらに気になるのが、リリーから死体の匂いがすると指摘されている点です。この発言が、主人公が一度人間として死に、蘇生された存在であることを示す伏線だとしたらどうでしょうか。もちろん別の解釈も可能です。死体の山を進んできたため腐臭が染みついていた、あるいはチャムの体液が付着していた、という説明も考えられます。しかし、ラボでは必要なまでに洗浄が行われる描写があります。衛生管理が徹底されている環境であれば、外的な臭気の付着は除去されている可能性が高いでしょう。それでもなお死体の匂いが残っていると指摘されるのであれば、匂いの発生源は外部ではなく、主人公自身にあると解釈することもできます。もし主人公が一度死亡し、ポピージェルや電気ショックによって再構成、蘇生された存在であるなら、その違和感が嗅覚的な表現として描写されている可能性もあります。この死体の匂いという要素は、単なるホラー演出として処理することもできます。しかし、赤い煙への耐性や異常な耐久性といった他の違和感と並べて考えると意味が変わってきます。これらを個別に見ると偶然や演出で片付けられますが、積み重ねていくと主人公が通常の人間ではない可能性が浮かび上がります。もし主人公が一度死に、実験によって再構成された存在だとすれば、死体の匂いという表現も象徴的な伏線として機能しているのかもしれません。そして、この耐久性や煙への耐性という異常値を前提に整理すると、喜びの時間当日に工場から逃亡し、生存しているジェントル・ジョンという存在が、新たな主人公候補として浮上してくるのです。プレイタイム・ブッチャー、ジョンが主人公候補に上がったとはいえ、現時点で最有力とは言えません。理由は明確で、矛盾点が残っているからです。ジョンとプロトタイプには面識があった可能性があります。しかし、初対面の場面でプロトタイプはジョンの名を呼ばず、ブッチャーという噂の名前を口にしました。この時点で、主人公がジョンである可能性は大きく後退します。もし本当にジョンであれば、固有名で呼ぶはずだからです。一方で、本作における主人公の挙動は、人間とは思えない場面が多く見られます。耐久性、煙への耐性、蘇生の描写。これらを踏まえると、主人公はジョンではなかったとしても、おもちゃである可能性は依然として残ります。しかし、ここで一つの否定材料が浮かび上がります。外の人間を連れてきたというプロトタイプの発言です。私は住める場所を作り君を守った。だが君は外の人間を連れてきた。日本語では人間とはっきり訳されています。これを文字通り受け取れば、主人公はおもちゃではないことになります。ただし、英文を確認すると、使われているのは部外者に近い表現であり、人間と断定できる語は用いられていません。翻訳の揺れを考慮すれば、このセリフは主人公が人間である決定的証拠とは言えません。実際、ソーヤー博士の表記一つをとっても統一されていない状況です。したがって、主人公が人間であると確定するには材料が不足しており、おもちゃである可能性も完全には排除できません。今回、
新たな主人公候補としてジェントル・ジョンが浮上しました。しかし決定打には至っていません。整理すると、現時点で確実に言えるのは一つです。主人公は常識的な人間とは考えにくい耐久性を持つ存在である。言い換えれば、不死のトーテムを何個も持っている状況に近いということです。皆さんはどう考えますか？ぜひコメントで教えてください。